はい、お願いします。じゃあちょっと定番のでやりますか。これでじゃあやりましょうか。まあいつもの形ですけど、力をコンセプトはずらすっていうのと錯覚させるってことなんで、この場合、いきなりこう倒そうとする力が働いてる中からずらしてこう入ってもいいんですけど、もっと丁寧にやると一回崩すところがあります。で相手によってなんですね。相手がもう力入れてくれてればグッて引っ張ろうか押そうかっていう力が働いてればこれに乗っかるだけなんで非常にやりやすいんですけど、持ってるだけで何も動きがない、力もそんな入ってないっていう時はそこから始めます。手の重さをかけながらキュッと江原さんの軸をこっちに軸を持ってきて、それと同時に私の背骨を、私のイメージではくっつけに行くっていうか背骨をつかませるような感じでキュッとここでも入ってます。これで今いい状態でつながってる感じなんで、あとは私の動きを連動させるんで、まずは膝、これで重さを作って、あとは離れてるところに体重かぶせたいんでこういう動きをしてます。ここでつながってるところでカクンっていう力、こう相手が力入れてくれてれば引っ張ってくれてれば、もうここからやろうとすると難しいんで、もう私の体を手の引っ張ってる感触は残したままパントマイムみたいな感じで体をちょっとくっつけさせておきます。相手の位置をもうずらしておきます。そこから膝のこのカクンっていう力を相手の背中のこういう軌道で膝を折ってお尻を向く。これこう今度押してもらってる時、今引っ張ったんですけど、押し合ってる時もやっぱり私の体を少しずらして近づけたいんで一回これを抜きます。早くやるとこれだけなんですけど、ゆっくりやると私は当たってる面と水平の方向にこう抜いて戻した時にはちょっと前出ててこうで、何もない時のだからケースが3つあるんですけど、引っ張ってる時、押してる時、何もない時はここに引っ張ってしまったりすると押し込まれるとそこで崩れちゃうんで、手の重さをストーンとかけるような感じ。この時にただ江原さんの手にだけ影響させなくて、わざと江原さんの軸がこっちに揺れるように、頭が動くようにかけます。これで江原さんの軸が戻るのに合わせて私こうちょっと今入ってます。こう入ってます。であとはこう、はい、ありがとうございました。引きの当たりと押しの当たりと当たりなしの3種類でお互い引っ張り合ってるケース、押し合ってるケース、あとは握ってるだけで力が入ってないというケース。手でやってるように見えるんですけど、手はなんかつなぐだけの役割で、自分の背骨なんかこう落下する力をかぶせる、かけてる力はこの体重、膝から上の体重だけなんですよ。これ今引っ張り合ってる場合ここでくっつけに行って、でこの力をこれだけだと私しか落っこちないから藤井さんにかぶせたいんで、キューッと近づけたらこの体重を背骨で波作ってこういうふうに、で相手の体にどうに通すかは2種類あるんですけど、今やってるのは首を巻き取るようにして背中をなでて膝をスッと折ったら次腰をちょっとこう後ろに出す。これで倒れます。ただ人の反応は合気道やってる人はこういう反応をするんですけど、稀にお尻を突き出す反応をする時があるんで、それはちょっと順序が逆になります。こう来てお尻を突き出したらまずお尻できないですねずしっと来てから今度は1でもう1回お尻、1工程多くなるんですね。でも同じことなんですけど、それをキュッとこう引っ張られた場合なんかはもう手だけを引っ張らせるとすり合っちゃうんで、引っ張るのに合わせて私の軸を少し移動しておいて、極端にやるとここを変えずにここに移動しておいて、こうはい、
だいぶうまいと思うんだけど、まあ、一番難しいポイントは、ちょっといいですか、引っ張ってる引っ張ってる時にこの位置からやると結構重いんで、かかるんだけど、これで首通してこれでもかかるんだけど、さらに軽くするためにここに引っ張って、今引っ張り合ってますね、引っ張ってますよね。引っ張ってこの手のこの引っ張ってる感覚を同じにパントマイムみたいな感じで私がここに移動します。でここから始めるともうすでに釣り合い取る対象物がずれちゃってるんで、すごい釣り合い取りづらいです。ここからあとはこうだからその感覚が、早くやるとこう引っ張ってる時、ここでお互いがこう引っ張り合うこういう感じじゃなくて、こういう感じ、引っ張ってもらう、はい、こう引っ張り合って、こう引っ張りぐーっと引っ張ってる、引っ張ってる状態からここにずれてるんだけど、ここ変わってないんですよね。わざとこのパントマイムみたいに変わってない状態からここからこう、難しいですけどね、そこができたらかなり力使わなくてよくなるんで、なんとなく分かってるんですけど、姿勢がちょっと自分の方が崩れてるんで、相手の方が崩れてて、自分の方がよりまっすぐに近い方が、どっちがかける？ここでちょっと負けすぎちゃって骨組みがそういう時は自分ごと近づいちゃうっていうか、少し、引くのに、そうでそこで整える、でそのままいいか、ちょっとやってみてください。膝のこれが最初に入るんです。これがないんで押す力になってるんで、落下の力をかぶせたいんですよ、この横を使ってる。落下をかぶせるゆっくりやるとそうストンって落ちる力を江原さんの背中にかぶせるような、そんな感じゆっくりドリル、やっぱりこれをちょっと膝前に出し気味にして、ここが折れて、それを背骨で波みたいにこうかぶせるように。で大体合気道の場合は斜めのポジショニングなんで、相手とこういう位置関係なんで、こういうんだと使えないんで、やっぱりここも股関節のこれも使って斜めにこうかぶせる。真正面、武道だと真正面ってないんで、練習だったら真正面でやるんだけど、実際真正面でやっちゃうと武道じゃないんで、必ずこういうポジショニングで、そうするとただの背骨だけで使えないんで、こういうこの連動させる斜めにこうかぶせる。ただ原動力はこの落ちる力をこう、それ意識してドリルやってますよねあとはこのくっつける感覚が分かればより軽くなるんで、それは順次押しですかね。押し難しいんですよね。入れ直しをするんだけど、じゃあちょっと押しの場合はこうなってますね。押し合ってて、で本当だったら一回パッと抜いて前出てこう入れたいんだけど、抜いちゃうと押し込まれすぎちゃう時あるんで、力がこう当たってるまんま上下に抜くんですよ。こうなってる状態で抜くんだけど、ここが一緒にこう動いちゃうとダメなんで、ここはパントマイムみたいに残したまんまで少し前に出てます。でこうで膝腰難しい。だから一回抜かなきゃいけないんで、後ろに抜きたいんだけど抜くと武道的に状態が悪くなっちゃうんで、上下に抜いてちょっと前に戻るって。慣れると難しい感覚じゃないですか。その時ここが動いちゃダメです。相手を騙さなきゃいけないんで。戻る時ここ動いちゃったじゃないですか。これだともう全然普通に相手が終えちゃうんで。
戻らないです。戻るときに少しだけ前出るんです。力の出所をずらしちゃうんです。でそこから作業に首、背中、ちょっと歩数が多すぎてその都度こう半身が変わっちゃってるんで、できればあんまり歩数使わないで、最小歩数でできれば慣れてきたら多分この体の自分の幅ぐらいでこうやった方がいいと思うんですけど、そんなに動かなくていいんですよ。本当に1センチ2センチずれれば十分かかるんで。難しいですよね、押しは。でそのまんまでもうそこからかけられます。首つないで背中、膝、お尻、背骨ちゃんと使わないとかぶらないです。ちょっと失礼しますね。これ抜いちゃったらねつないでるまま。ここがちょっと動いちゃいます、ね、動かないようにして、でそれができたら最後だからこのままこういうのをかぶせるように。